今回はブセファランドラを観察していきます。はい、どうもカプラです。皆さん、ブセファランドラ専用の育成水槽を2年前に立ち上げたの覚えてくれてますでしょうか？これは枯れない、水がいらない、放置できる、これの3拍子が揃ったブセファランドラをきれいに育てるためだけに作った水槽なんですけど、これがね、めちゃくちゃうまくいったんですよ。で、今日の動画と次の動画見てくれたら、ブセファランドラになんとなく難しくて苦手意識がある方、そのトラウマ克服できますよ。ということで時は遡ること2年前、僕がアクアリウムを始めた時はブセファランドラを全くうまく育てられませんでした。なんか溶かしちゃったり、葉っぱを白くしちゃったり、あと苔だらけにしちゃったりして、何度も枕を涙で濡らすことがありました。そんな僕が立ち上げたブセファランドラをきれいに育てるためだけに作った水槽があります。これね、水の継ぎ足しだけで完全放置できるんですよ。めちゃくちゃ管理が楽です。で、立ち上げて半年で見事にブセファランドラたちが元気よく育って最高の状態を維持できたよっていう話が以前の動画です。その水槽の立ち上げ方がこちらで、半年維持した様子はこちらの動画参照してください。概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひそっち見てください。で、今日はこの状態から2年間水の継ぎ足しすら数ヶ月に1回程度でほぼほぼ放置で維持したこの水槽のことを紹介していきます。どんな状態になっているのか皆さんと一緒に見ていきましょう。こちらはアクアリウムをやってる部屋です。さて、ブセファランドラ育成水槽はどこかな？どれかな？これかな？違うな？こっちかな？これでもないなはい、ここです。この棚にあります。ブセファランドラの育成水槽はこれ45センチの ADA のね、水槽、レギュラー水槽で作ってます。20キロぐらいしかないので、普通の市販の棚でも十分ね、最大荷重量さえ分かれば置くことができます。この棚は30キロまで耐えられるものなので、20キロのね、このブセファランドラの育成水槽は余裕で置くことができました。さあ、じゃあ中身を見てみましょう。2年間の成長具合はどうでしょうか？はい、こんな感じです。やばいですね。もうやばい。フィローモスジャングルです。ベゴニアピピンナティフィダが点々と生えてますね。枯れ木のようです。で、これが正面から見たブセファランドラ育成水槽です。ウィローモスの壁ができてます。全く見えませんね。ブセファランドラは一体どこに行ったのかっていうような状態になってます。本当に2年間トリミングもせず、とにかくずっと放置で管理してたので、ウィローモスが伸び放題です。このブセファランドラの育成水槽は常にラップをして維持してます。で、定期的にシャワリングもしているので、常に中の湿度はね、100% に近い状態です。だいぶウェッティな状態を維持できてるんですけど、こんな状態でウィローモスを育ててると、ひょろひょろっと縦に伸びてね、生えていくっていうことが今回分かりました。なので皆さんはウィローモス入れすぎ注意です。こんな汚くなっちゃいます。で、使ったソイルは泥状になりづらいって言われてるボタニカルソイルです。これね、本当に泥状になりづらかったですね。これ2年間維持して分かりました。で、使ったそのボタニカルソイルっていうのは、特徴がありまして、水をきれいにする作用と、もともとね、栄養を含んでるので植物に栄養を与えるという作用があります。それと、水に溶けづらいと、少し固めに作ってあるソイルなので、今回特に泥にもならずにね、維持することができました。中に水中ポンプを仕込んでシャワリングしてるんですけど、泥状になっちゃうと、そのシャワリングのポンプに泥が引っかかってね、で、モーターがストップしちゃう、止まってしまうっていう、そういったトラブル発生するんですけど、このボタニカルソイルを使ってそういったことを一切ありませんでした。音もね、異音が出たりとかなくて、
泥が噛んじゃったっていうこともなくてね、ほんとこのボタニカルソイル使ってよかったなって、これのおかげで2年間ね放置して維持できたんじゃないかなと思ってます。栄養も含まれてるんで追肥もいらない、液肥も必要ありませんでした。で、じゃあ肝心のブセファランドラはどうよというところなんですけど、ウィローモスのこのね、爆食したウィローモスの間からところどころ大きな葉っぱが見えますよね。これブセファランドラですよ。順調に育ってるように見えませんか？これ順調ですよね。でも見えるのはここだけ。もうウィローモスジャングルはひどいです。実はこのウィローモスジャングルのこの辺りの下にもブセファランドラあります。果たしてね、このブセファランドラ、ここの状態どうなってるのか、全くね、見えないんですよ。このままじゃほんとダメですね。で、一緒にニューラジパールグラスも植えたんですけど、それもまた相まってね、ニューラジパールグラスとウィローモス、それとブセファランドラのこう三位一体というかね、複雑にお互いが絡み合っちゃって、ひどい状態です。これをね、ちょっと皆さんにお見せしたいんですけど、ちょっと手間がかかるので、それはね、次の動画で、やっていきます。皆さんはブセファランドラってどうやって維持してますか？ガラスポットに入れたり、プラケースに入れて、そのプラケースを重ねてね、ブセファランドラタワーみたいなのを作って、で、管理されてたりしますか？よかったら皆さんの管理方法、コメントで教えてください。で、次回はこのウィローモスジャングル、きれいにしていきます。このジャングルの中のブセファランドラ、果たして息をしてるのか、無事なのか、それを見ていこうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。